にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はお花紙と折り紙でアジサイとクリアファイルで雫を作ります。お花紙を6枚重ねておきます。重ねたまま半分に折ります。真ん中に折り線をつけたら、もう一度広げて、下の端を折り線のところまで持ってきて、折り曲げます。上の紙端も同じように、中央の折り線まで持ってきて、折り目をつけます。上は元に戻して、下は今度折った紙端をここの折り山のところにこのように合わせて折り返します。最初に折った折り山に合わせて折ってまた半分のところで手前に折り返します。同じように折り線をつけたところで谷に折ってまた手前に半分の幅になるように折り返します。最後は残ったところは折り山になるように折っていくとこのようにセンス状に蛇腹折りに折ることができました。折ったままだいたい真ん中のあたりに輪ゴムをかけます。通して2回、3回ぐらい輪ゴムをかけてこのように縛ります。両端の角を切り落とします。真ん中のあたりからハサミを入れて少しカーブを描くようにこのように切り落とします。反対側もカーブを描くように角を切り落とします。こちらも同じようにします。輪ゴムで縛ったまま両側を広げていきます。1枚ずつ剥がしてこのように上に上げていきます。根元の方は破れないようにゆっくりと力をかけて輪ゴムの縛ってある根元の方までしっかりと剥がすようにしてください。反対側も同じように1枚ずつこのように上げていきます。たまには2枚重なってしまっても構いません。このように少し破れてしまっても大丈夫です。1枚目が剥がれましたら2枚目、3枚目というふうにすべてをこのように上に剥がしてください。このようにふんわりとお花のような形になりました。アジサイの小花を作ります。貼りたい色の折り紙を用意いたします。このように少し模様の入った折り紙もいいかと思います。まずはこの普通のサイズの折り紙を4分の1にしたいと思います。
半分に折り線を入れて、反対側にも半分に折り線を入れて、この折り線の通りに切っていきます。はじめから4分の1のサイズになっている小さめの折り紙を使っても構いません。4分の1にした折り紙を色がついた方が内側になるように三角に折り曲げます。角と角を合わせて、このように半分に三角に折ります。さらに半分に折っていきます。そうしましたら、今折った方の三角を上に持ち上げて、中を広げて、角と角を合わせて折ります。もう反対側も同じようにして折ります。袋折りにいたします。このような形になっています。花びらの形に切っていこうと思います。こちらの紙端がひらひらしている方が花びらの先になってきます。お好みの花びらのサイズに切っていきますが、今回はこれの3分の2ぐらいの大きさにしたいと思うので、下の3分の2ぐらいのところで、このように端を切り落として、一回り小さな四角に切り落とします。つながっている根元のところは下にして、この右と左の角を丸く切り落とします。真ん中のあたりからこのようにハサミを入れて、こちらも角を切り落として、辺の真ん中のあたりまで切り落とします。そうしましたら、根元をしっかりと持って、こちらの紙の端の方をこのようにお花が咲くように広げていきます。真ん中の折れているところも根元からしっかり折り曲げて、このようにアジサイの小花の形に折ります。同じように作っていきます。いくつかできましたら、お花紙に貼っていきます。接着剤は何でも構いません。スティックのりでも結構です。このように接着剤をお花の裏側にちょこっとずつ何箇所かつけましたら、貼りたいところにこのように乗せるようにして貼っていきます。お花紙の紙と折り紙の紙とくっつけます。2箇所ぐらい貼れていれば大丈夫です。このような感じに全体に貼っていきます。このように全体的にいくつか貼れました。中のお花紙も綺麗なので、まんべんなく貼れれば
少しお花紙が見えててもとっても綺麗かと思います。これでアジサイのお花ができました。クリアファイルで雫を作ります。このように色がついたものがいいかと思います。100円ショップなどでも売っています。クリアファイルを10センチと7センチの長方形に切ります。これを縦に半分に折ります。しっかりと折り目をつけます。しっかりと折りにくい場合は、このようにペンや定規やお箸など何でも構いません。上から押さえてしっかりと折ってください。今度は斜めに折っていきます。下の角が半分になるように、このように斜めに三角形に折っていきます。広げて反対側も折っていきます。折り目はずれていても全く大丈夫です。適当で構いませんので、このように折り筋をつけていきます。今度はこの折り目がクロスしているところを折り目になるように下から四角に折っていきます。このような放射状に線がつきました。今度はこちらの斜め下にも折り目を入れていきます。角をだいたい真ん中のあたりまで持ってきて、しっかり折り目をつけます。反対側も同じようにやっていきます。さらにこの真ん中のあたりにも折り筋をつけます。このように折っていきます。こんな感じに折れています。折り線は正確に折れてなくてもいいです。ちょっと切り子グラスのようにさせたくて折ってみました。そうしましたら最初に折った中央の線でもう一度折って、折ったまま雫型に切っていこうかと思います。こちらのたくさん折った方の下の角をこのように丸く切ります。カーブをつけて角を落としていきます。そうしましたら後の残りも真ん中の折り線に向けて少しカーブを描きながら折っていくとこのように雫型になります。さらにキラキラさせるために斜めにも折り線を入れようと思います。こちらの端を真ん中の折り目に向けてこのように斜めに折り線を入れます。反対側も同じように折っていきます。本当に適当で構いません。そうするとこのようにキラキラと切り子ガラスのように模様がつきました。このままだとちょっと折り目がですね、ぶつかってしまってきれいに丸くならないので、下と横に少しだけ切り込みを入れようかと思います。真ん中のここの折り線があるところまで、この折り線に合わせて中央このように切り込みを入れます。この両側の真横に入った折り線も同じように斜めに入っている折り線のところまで切っていきます。こうすると少しこの切ったところがですね重なってなんとなく全体的にふっくらと立体的な雫の形になりました。お好みでアジサイに葉っぱをつけても可愛いかと思います。
葉っぱにする折り紙を準備して、色が内側になるように三角形に折り曲げます。このまま葉っぱの形に切っていこうかと思います。お山形になるように折ったまま切っていきます。大きい葉っぱにしたいときには大きく切って、小さい葉っぱにしたいときには小さいお山に切ってください。これを広げれば葉っぱの形になります。貼る場合には葉っぱの根元の方に接着剤を少し全体的につけて、お花の裏側につければこのように葉っぱがつきます。壁面に飾るときはこのままテープなどで貼っても構いませんし、吊るす場合はこのように糸を使って輪っかにしたものを上にしたい方のこのお花紙に貼り付ければ吊るすことができます。お花紙にこのように接着剤をつけて、少しね破れやすいので気をつけていただいて、このように糸を挟んでいただければこのように吊るすことができます。雫は真ん中の折り目のところを少し軽く折っていただいて、上の方を少しだけ斜めに切り込みを入れます。で、こちらがこのように穴が開きますので、通していただくか、ここのくちばしみたいなところで糸を引っ掛けていただければ、このように吊るすことができます。くす玉のように立体的にしたい場合は、お花を2つ準備して、後ろの輪ゴムのところにつけたい紐を通します。このように片方のお花の裏に紐を通しましたら、接着剤を全体的にこのようにところどころつけていただいて、輪ゴムと輪ゴムが重なり合うように中心を合わせて、このようにペタンと貼ります。2つがしっかりと貼り合わさるように、このように指を入れてしっかりと貼ります。こうしましたら、2つ合わさって全体的に丸いボールブーケのような形になりました。このくす玉は房をリボンにしてみました。これはアジサイの下に雫をつけてつなげてみました。このように3つつなげて1本のモビールのようにもなります。いろいろな飾り方でアレンジしてみてください。